Hello everyone, welcome to the Lemon School channel. こんにちは、レモンスクールのアッキーです。Hello everyone, my name is Mai from ABC Club の Mai です。発音が苦手な先生をサポートするプロジェクト第2回です。今日もMai先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、Mai先生はR がちょっと苦手というか R にちょっと苦労しているという話を聞いたんですけど、R どうですか？そうですね。R 自体の音に苦戦はしないで普通に言えるんですけど、その英語の文が長くなると、あまり音を気にせずに、普通に読みやすいように読んでしまいますね。あるあるですね、それね。なかなか気にする余裕がなくなってきちゃうんですよね。じゃあ今日は R の話をしていきたいと思います。でもその前にちょっとMai先生の話をします。私はMai先生に発音を伝授してますが、当然英語教育で私が苦手でMai先生が得意な分野もあるわけです。だから私もMai先生から色々学んでるんですよ。他の先生と一緒に仕事をするとお互いの強みを伝授し合えるからすごくいいなと思います。しかもMai先生はヨガの先生でもあるんです。文武両道の人です。すごくマルチな才能を持ってて人柄もいいし生き方とかがすごくかっこいいんですよ。だから皆さんMai先生についていけば間違いないと思います。Take as much inspiration as you can from her. さて R の話ですけど、皆さん結構とりあえず舌を巻くと英語っぽくなると思ってませんか？私もつい舌を巻いちゃうんですよ。私も昔はなんか舌を巻くと英語っぽくなると思ってたんですよ。私が教えた学生とかでもアメリカ英語はやたら舌を巻くと思ってる人が多いんですよね。例えば取り直しになったバージョンでは everyone の one の部分が warn みたいになっちゃってます。Hello everyone. これはまずいんですよ。あとは単語の発音練習してる時です。じゃあこれ読んでみてください。はい。さ、ら、ぱ、フ今最後 R 入れちゃったじゃないですか。thar みたいに。だけど綴りに R がないときは絶対 R 入れちゃダメです。もう一回。さ、ら、ぱ、バッチリです。そういう感じ、そういう感じです。絶対 R 入れちゃダメ。thar って。あと thaw には th があるからそこで力入っちゃったんでしょうね。これ癖になっちゃってる部分があるからかなり意識しないといけないですね。そうですね。癖を直すのは結構大変ですからね。つまり以前の私も含めて舌を巻くことが子音だと思ってないんですよね。英語らしさを出すスパイスみたいな感じだと思ってるんですよ。でも舌を巻いたような音こそが R っていう子音なんですよ。なるほど。R を発音するとき本当は舌を巻かない方が様々な理由からいいと思うんですけど、舌の動き云々は今回ちょっと置いといて、大事なのは R も P とか K とか S とか他の子音と同じように扱うということです。R だけ特別扱いしないということです。標準的なアメリカ英語では綴りに R があったら R を発音する。綴りに R がなかったら R を発音しない。舌を巻かない。それだけです。超簡単。ただ R は P とか K とかと違って日本人に馴染みがない音だからなんとなく子音っていう感じがしなくて、つい子音扱いしないでとりあえず舌巻いておこうみたいになっちゃいますけどね。そうじゃないんです。もう一つ、R があるときは母音も全体的に R っぽい音になるんだと勘違いしてました。でも R も他の子音と同じように母音の部分はただの母音なんですね。そうなんですよ。それでMai先生にララララって歌ってもらいました。聞いてみましょう。ララ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 ラ。L の時はこうやって母音が綺麗に出てますよね。でもララララって R で歌ってもらいました。ララ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 ラ。R になると母音もちょっとララララみたいに母音も全部ね R っぽくなっちゃいますよね。これわざとやってるんですよね。はい。R の時は全部 R っぽくしないといけないのかなって思ってました。なるほど。だから R だけじゃなくて英語の発音は一般的に発音できるできない以前に誤解している部分がたくさんあるんですよね。だからこの誤解を解いていきたいなと思います。これをララララじゃなくてララララララっていうように母音をクリアにするんです。クリアな母音で歌ってもらったのがこちらです。ララ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 。これだとかなり良くなりましたよね。でも L の時みたいに母音を伸ばせないみたいなんですね。母音を短くしちゃってるので母音を伸ばせるようにするといいんですよね。それで数日後にまた歌ってもらったのがこちらです。ララ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 
ラララララララ。これでちゃんと母音がクリアですよね。他の子音と同じように最初に子音を発音して、その後はただ母音を普通につければいいだけです。進歩できてよかったです。あと、bring とか cry とか、子音の後の R が L みたいになっちゃうことがありますね。子音の後の R はやっぱりちょっと難しいですからね。例えば、What brought you here? 何があなたをここに連れてきましたか？つまり、なんでここに来たんですか？っていうのを言ってもらうと、What brought you here? こういう風に油断すると、ついこの R が L みたいになっちゃうんですよね。でも R が言えないわけではないので、頑張れば、Brought? What brought you here? こういう風にちゃんと言えます。こうやって普段から意識できるようになるといいですね。はい。やっぱり R って結構難しいんですよ。R に手一杯のうちは英語そのものは結構大変ですよね。でもだからこそ R を制する者は発音を制す。諦めたらそこで発音の上達終了だよ。結論、綴りに R がないときは絶対に舌を巻かない。R があるときも母音は他の子音のときと同じようにはっきり母音を発音する。子音の後の R に注意する。これからも舞先生を応援していただける方は、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。